販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。こうグラッと揺れちゃいます。グラ横回転になっちゃいます。グラ横回転になっちゃうんです。いきます。わあ、綺麗に下回転出ました。もう一回いきます。こういう感じですね。はい。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、下回転サーブの出し方について解説します。これはですね、今回の下回転サーブはどうしても下回転サーブを出そうとした時に横回転が混じってしまう方多いと思います。どうしても下回転をかけようとした時に横回転が混ざってしまう、純粋な下回転になかなかならない、そういった方をいろんなところで全国で指導してきて、でそこでやっぱ横回転がどうしても混ざっちゃうという悩みを持つ方が多かったです。でそこで今回実際に下回転サーブを出す時に横回転が混ざらないようにする5つのポイントを皆さんに教えたいと思います。現に実際にですね、この5つでこの5つの内容を指導して、実際下回転サーブに横が混じっている人が綺麗な下回転になって回転が増えたという嬉しい話をいただける内容になります。ぜひ最後までご覧ください。はい、まずポイントの1つ目は、下回転を出そうとしてラケットを2本で握っている、2本グリップで握っている方は5本指で握って下回転サーブを出してみてください。これがポイント1つ目になります。やはり多くの方がですね、下回転をかけようとした時に2本で、人差し指と親指の2本で掴んで出そうとする方が多いです。他の皆さんの横回転サーブとかの回転を混ぜるときにこの握りの方が出しやすいっていうのはメリットがあるんですけど、ただですね、この親指と人差し指2本で掴んで下回転を最初ですね、初心者の方とかが、初中級者の方が特に覚えようとしたときに2本でやってしまうと、サーブと下げてボールの下をこすろうとしたときに力が入って先端がこうグラッと揺れちゃいます。横回転になっちゃうんですよね。2本指だけだと先端がこう力入った時にこう落ちてしまいます。先端が通常落ちてしまうと横回転が入っちゃいます。で2本指で握ってしまうとラケットがこう自由度が効きすぎて下回転をかけようとして力入ってグラッとなって横になってしまうのでなかなかかけられません。なのでこう普通にシェイクの握手する5本指ですね、この握りで下回転サーブを出してみてください。これですと面がしっかりと固定されてブレないのでボールの下をこすりやすくしてくれます。いきます。わあ、綺麗に下回転出ました。もう一回いきます。こういう感じですね。いきます。わあ、綺麗に下回転出ました。もう一回いきます。こういう感じですね。はいボール5本指でやってもらったが手首がボールの下をしっかりインパクトすることができます。5本指でやるようにした方が横回転は混ざりにくくなります。もう一回いきます。こういう感じですね。ポイント2つ目はですね、下回転サーブをかけようとしてお腹の低い位置、お腹ら辺で当てようとした時に横回転が混ざってしまうことが多いです。ラケットこう下に落ちてる時に当たると横に面がこう変わっちゃいやすいということですね。当たる時に最後の低いところでこのお腹の前で当てると、下回転切れるんですけど、ただ低いところで当てる時にラケットがこう斜めにこう力がこう開いちゃったりする方がいますね。こういうふうに
あれみたいな、ちょっと横回転入っちゃった。でおすすめはその時にアドバイスしたのは、ちょっと胸のあたりに、自分のこの胸ですね、胸のあたりでインパクトするようにしてみてください。胸のあたりで下回転サーブをかけようとすると、ここだとこうやって真下回転が出しやすくなります。この胸のあたりをイメージしてこする。そうすると今下回転で飛ばなくて止まってます。こういう感じ、胸のあたりでギュッってやってもらうと、胸のあたりだとですね下回転が強くかかります。胸のあたりで横回転をかけようとすると結構難しいんですよね。胸のあたりだと横回転かけて、低いところだと面がこう開いて崩れて横回転が入っちゃうので、胸のあたりで切るようにすると真下回転でブチッと切りやすいです。胸のあたりで当てるときにポイントは膝を少し落とすとより胸の位置をこう当てやすくなります。ではもう一回、胸のところら辺で下回転をかけると下回転が強く、横回転が混ざらない状態で出しやすくなります。もう一回、胸のところら辺で下回転をかけると下回転が強く、横回転が混ざらない状態で出しやすくなります。はい、今度は3つ目ですね。3つ目はこれやっぱ先端だとヘッドがこう落ちやすいんですよね。ラケットのヘッドがこれだと下回転かかるんですけど、これだといいんですけど、やっぱヘッドを意識しようとするとちょっと力入れたらこう開いちゃう方がいるんですよね。インパクトの時に開いちゃう、構えはいいんだけど当たる瞬間に開いちゃうっていう方がいるので、先端に当てようとすると遠心力かかるんですけど、ただ斜めになって横が混じっちゃいます。でそういう方はですね、ラケットのこう中心ですね、真ん中の方にインパクトを持ってくる意識ですね、意識でこのラケットの真ん中に掴むような意識でやると下回転がきれいにかかりやすくなります。ラケットの面がこう開かないようになりやすいです。はい、がきれいにかかりやすくなります。ラケットの面がこう開かないようになりやすいです。はい、もうイメージはラケットの中心でこする、こうイメージとしてはこういうこすり、中心でこうやってこすってもらうといいかな。ここからこうやってこすってもらうといいかなと思います。あと4つ目がですね、体の遠い位置でインパクトしようと横回転が入りやすい方がいます。こう遠めの位置でやるとやっぱラケットが開いてヘッドが斜めになっちゃうので横系になっちゃう。はい、遠いとこう横回転入っちゃいます。なので下回転をこう上手に入れる方法としては、体の近いところでなるべく下回転をかけてあげると下回転が出やすいです。体の近いところ、ここら辺ですね。できる限り体の最初はですね、特に体の近いところで下回転を出すとラケットの角度がちゃんとボールの下を捉えてくれる感じがします。こうやっぱ遠い位置になるとやっぱ腕が伸びちゃうので、やっぱ伸ばしただけでもヘッドが落ちちゃうんですよね、勝手に。なのでこれだと横下になってしまいますので、はい、なので体の近くで下回転を出すと面が固定されたままボールの下を捉えやすくなってくれます。5つ目、もういろいろやったけど何をやっても横回転が入ってしまう。もう何やっても横が入っちゃう。もう下回転の意識してもどうしてもボールのね、ラケットの面をしっかりあっち向けてしっかりなんていうんですか、下回転の出す面をちゃんとしっかり作ってもやっぱ横が入ってしまう。そういったもうなんですか、1から4までやってもできないよって方はですね、わざとラケットをですね少し構えるときに巻くようにしてください。ちょっと内側にラケットを巻く、こうちょっと巻き込みみたいに見えるんですけど、ちょっと巻き込んでください。フォア側を同じへそにちょっと巻く。これで構えて、ここから下回転を出してみてください。この状態で下回転を出すとちょうどよく真下になってくれたりします。この状態で下回転を出すとちょうどよく真下になってくれたりします。だから通常に下回転のフォームでやろうとするとやっぱ横回転入っちゃうんだったら、やっぱもう極端にもう巻き込んでください。もう逆に巻き込んでちょっと巻き込んでから下回転をかけると上手に下回転がかかってくるケースが指導してたらありました。
から通常に下回転のフォームでやろうとするとやっぱ横回転入っちゃうんだったらやっぱもう極端にもう巻き込んでください。もう逆に巻き込んでちょっと巻き込んでから下回転をかけると上手に下回転がかかってくるケースが指導してたらありました。癖がどうしても抜けないのでもう強制的にちょっと巻き込み気味で下回転を出す。そうすると結構下回転が逆に綺麗に出てくれたりとかしますね。はい、癖とかを把握した上でちょっと下回転何ですか把握した上で今の5つのやり方をトライしていただくと綺麗な下回転が出やすくなるのかなと思います。ぜひ皆さんやってみてください。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。